銃を持ったままチェックイン？なんでお札のモデルが動物なの？犯罪率 150%、 ヨハネスブルグスウェート地区へ潜入。地球の国全部行く。2010年12月下旬、当時転勤でオランダに住んでいた時、2週間の休みを取って南アフリカとその周辺の国を一人で旅行しました。その中でも南アフリカ最大の都市ヨハネスブルグは非常に危険でした。ヨハネスブルグは世界でも最強と言っていいほど治安が悪く、犯罪発生率 150% と言われているのは、1回は必ず犯罪に遭い、2回目の犯罪に遭う確率が 50% という意味でそれほど危険なのです。今回の動画では世界最強都市と呼ばれるヨハネスブルグについてお伝えします。こちらがヨハネスブルグ国際空港、アフリカ南部で最大規模の空港です。私が南アフリカを訪問した半年前にサッカーワールドカップ南アフリカ大会が行われたので、まだ至る所にワールドカップ関連の広告や土産物が売っていました。マンデラ大統領もお出迎えです。ワールドカップで観客たちが使用して話題になった南アフリカ伝統の楽器ブブゼラは金属とプラスチックと両方売っていました。せっかくなのでプラスチックのブブゼラを買ってお土産にしました。ラッパのようなかなりでかい音が出ます。ヨハネスブルグ空港で驚いたのがファイヤーアームウェポンチェックインという表示です。銃器、武器を所持している人のためのチェックインはこちらという意味でしょうか。さすがは世界最強都市ヨハネスブルグ。銃を持って飛行機に乗っていい？本当に？手荷物か預け荷物かはわかりませんが、到着した国で銃を受け取って入国なんて許されるのか。わざわざ掲示板に表示しているということは、多くの人たちが武器を持ってチェックインして飛行機に乗るのでしょうか。未だに謎です。アフリカの通貨はランドといって、1ランドは2022年では約8円です。私はこのランドのお札がかっこよくて気に入りました。お札の絵が人物ではなく動物なんです。南アフリカはサバンナ地帯が多く野生の動物がたくさんいます。クルーガー国立公園をはじめ野生動物の保護地区が数カ所あり、世界中から多くの観光客が野生動物を見るために南アフリカにやってきます。中でも危険度が高く見るのが困難な大型野生動物5種は人気が高くビッグ5と呼ばれております。ビッグ5はライオン、サイ、ゾウ、バッファロー、そしてヒョウのことで、南アフリカのお札はこれらビッグ5それぞれをモデルにしているんです。かなり気に入ったので何枚かのお札を土産に持って帰りました。ヨハネスブルグのダウンタウン中心地は昼間でもかなり危険なので、ホテルは郊外にしました。ヨハネスブルグ中心から東に約 10km のところにイーストゲートという町があり、個人経営の宿イーストゲートバックパッカーズに泊まりました。空港まで車で迎えに来てもらい、高速道路で約15分で宿に到着。庭付きの一戸建ての家をバックパッカー用の宿にしているようです。あまり綺麗ではないですが、家の中は広いです。2段ベッドが10個ほどあったので、20人の大部屋、1泊1500円ぐらいでした。こちらは宿の入り口の門ですが、有刺鉄線が張られ、さらに高圧電流を常時流してセキュリティを強化しています。たまに外部から侵入しようとして高圧電流で黒焦げになった人が外に倒れていることがあるそうです。郊外は治安が良いと言っても、やはりヨハネスブルグは危険ですね。大都市ヨハネスブルグは中心部だけでなく郊外でも危険な地区があります。非常に危険なある地区では車で通過する際、信号が赤でも止まらずに突っ切らなければならないそうです。その地区でもし万が一赤信号で停止したら、周りから大勢人が出てきて銃を突きつけられて、財布を出しても出さなくても銃で撃たれるとのことです。そんな地区は通りたくないですが、どうしても通過する際は赤信号でも全速力で突っ切るんだと説明してくれました。事前に聞いていたらヨハネスブルグには来なかったでしょう。
宿の人がこの辺りはそれほど危険ではないとのことで、手作りの地図をもらって一人でランニングしながら散策しました。中国人が多く住んでいる地区のようで、漢字の看板の店がたくさんありました。中国の田舎町といった感じで、ヨハネスブルグとは思えません。さらに大きめのショッピングモールにも漢字が書かれていました。中国の経済力、中国人のたくましさを感じました。中に入るとこんな感じで、衣類や装飾品を売っていたり、任天堂 Wii をパクったウィニーなどが売られていました。12月だったので、スーパーではクリスマスツリーやサンタクロースなどが店内に飾られていました。南半球では12月は真夏なので、サンタさんが半袖、短パンですね。南アフリカはワインの名産地で、美味しくて安いワインがたくさんあります。食材と南アフリカの赤ワインを買って宿に戻り、キッチンで自炊してちょっと失敗したパスタ、サラダと一緒に赤ワインをいただきました。美味しかったです。次の日、ヨハネスブルグ半日観光のガイドさんをお願いしました。4時間ぐらいで300ランド、約3000円と格安です。このガイドさんの車に乗って非常に危険と言われるヨハネスブルグの半日観光をしました。まずは車でヨハネスブルグの中心近くにやってきました。こちらは車から見たヨハネスブルグ中心街の様子です。多くの店はシャッターが閉まっていて、雰囲気も悪く、治安の悪さがわかりますよね。ガイドさんも絶対に車から降りるなよと言っていました。ヨハネスブルグ中心に位置する50階建ての高層ビル、カールトンセンターにやってきました。チケットを買って最上階の50階に行くため、エレベーターに乗ると階数のボタンが-1の次は50しかありません。50階直行エレベーター。50階は223メートルの高さです。トップオブアフリカというのは、人間が作った建造物においてアフリカ大陸全土で一番高いという意味です。ちなみに自然を含めると、アフリカで最も高い場所はタンザニアにある山、キリマンジャロ山頂で標高5895メートルです。50階に到着。トップオブアフリカの展望台からヨハネスブルグの中心街を眺めると、見晴らしは最高。殺風景なビル群の街並みで、華やかさはまるでないですね。ビルが多く栄えているように見えますが、実際はスラム化している地区が多く、治安は非常に悪いです。トップオブアフリカは有料なので、ここで襲われることはありませんが、下に降りた街は超危険です。カールトンセンター周辺を歩きたかったのですが、ガイドに絶対ダメ、危険すぎるということで断念。私が一番行きたかった黒人居住区スウェト地区に車で向かいました。年々減ってきてますが、南アフリカは金の産出量が世界6位、年間200トンもの金が取れます。スウェトはヨハネスブルグから南西に 25km のところにありますが、その途中に所々光り輝く山がありました。これはなんと金山です。山の表面が金色に光っていて驚きました。金の盗難防止のためライフル銃を持った警備隊がいて、これまたびっくりです。このモザイク画のようなきらびやかなスタジアムはワールドカップ2010南アフリカ大会のスタジアム。かっこいいですね。ホンダのフリーキックを思い出すな。さらにその近くには2つの大きな建物が橋のようなものでつながっています。この橋の真ん中からなんとバンジージャンプができるのだそうです。安全にバンジージャンプできるか怪しいですね。絶対にやりたくないです。さて、スウェト地区に入ってきました。スウェトとはサウスウエスタンタウンシップスの頭文字を取ったものです。街中とは全然違って、今にも潰れそうなバラック小屋がたくさん建てられています。街灯はなく、夜来たらかなり怖そうです。昼間も十分怖いのですが、この辺りなら大丈夫というエリアを歩いてみました。すると、子供たちが近寄ってきました。写真を撮ってと言われて、撮るたびに見せてと言われ、画面を見せると大喜び。女の子たちはおしゃれですね。ポーズも決まっていて、かっこいい写真が撮れました。スウェトの市場では、米の代わりの主食でサダと呼ばれるトウモロコシの粉を水で混ぜながら火で炊いていました。味は全然しないのですが腹は膨らみます。また牛乳パックに入れられた地元ヨハネスブルグのビール、ジョベックビアなどがありました。ビールのパックには路上で歩きながら飲むな、さもないと殺されるぞと書かれていて、これまたびっくりでした。
スウェトには南アフリカで黒人初の大統領となったネルソン・マンデラの家もあります。マンデラはスウェトで生まれ、その後ケープタウンのロベン島の刑務所に収容されたりと苦労の多い人生でしたが、南アフリカで黒人初の大統領になり、黒人たちのヒーローになりました。こちらはマンデラハウスの前にいた体が非常に柔らかいおじさん。私の前で急にパフォーマンスを始めてびっくり。お金をくれとも言わず、ただ見て欲しかったのでしょうか。それにしても柔らかすぎです。こちらはヘクター・ピーターソン博物館です。1976年、アパルトヘイトの政策に反対した黒人学生たちは反対デモを行い、警察隊と衝突、黒人500人が死亡、2000人が負傷しました。最初に銃で撃たれた犠牲者は、まだ13歳のヘクター・ピーターソンという少年で、事件現場に彼の名前を付けた博物館が作られたのです。スウェト地区は今でもスラム街ですが、子供たちと触れ合ったり、当時の事件のことを学ぶことができて非常に有意義でした。興味がある方はガイドと一緒に行ってみてください。海外では人が多く集まる経済の中心地は悪い人もたくさんやってくるので、治安が悪い街が多いです。最近は不法に入国した外国人を国外に追放して、ヨハネスブルグの治安が少しずつ改善しているようです。もっと住みやすい治安の良い街になることを願っています。以上、ご視聴ありがとうございました。